グデと申します。今回はリオレウスとオロミドロを討伐していきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。まずリオレウスの説明をします。弱点は頭部となっていて、属性は竜属性と雷属性が弱点です。そしてリオレウスの特徴は空中からの攻撃が多彩で、火炎ブレスであったり毒を含む詰め攻撃を行ってきます。また空中にいる時に閃光弾を使うことによって地上に落とすことができます。状態上はあまり有効ではありません。続きまして装備の説明をします。リオレウスは爆破が効かないので武器をバスターブレードに変えました。また花結びがちょっとグレードアップしてると思うんですけど、これは裏で上位まで進めてしまったためグレードアップしてしまいました。なので気にしないで大丈夫です。ステータスはこのようになります。では早速リオレウス討伐へ向かいましょう。まず噛みつきです。次は首を横に振りながら噛みつく攻撃です。1回の時と2回の時があります。また怒っている時は火属性が伴います。次は飛びつきながら噛みつく攻撃です。これは横に避けましょう。次は尻尾を回転させる攻撃。これは2回連続で行います。リオレウスの足と足の間に入れば当たらないです。次はその場で踏みつけをする攻撃。少し離れておきましょう。次は空中から真下に着地する攻撃です。丸5の空中版です。次は空中で尻尾を投げ払う攻撃です。この後確定で降りてきます。避けることができれば攻撃チャンスとなります。次は炎ブレス、横に避けましょう。次はジャンプして炎ブレスを放つ攻撃。羽が動くのと口に炎が宿ったら合図です。次はジャンプして2回連続で炎ブレスを放つ攻撃。丸9と違う点は羽ばたくまでの速さがこちらの方が速いです。次は2回連続の詰め攻撃。当たると毒状態になってしまいます。一歩前進です。次は振り返って炎ブレスを打った後爪で攻撃してくるといったコンボ技です。この技を見分けるポイントは斜めに飛んでプレイヤーを通り過ぎたらこの技が来る合図です。次は投げ払う炎ブレスを打った後爪で攻撃してくるといったコンボ技です。投げ払いの炎ブレスを打った後に一発だけ攻撃してから爪攻撃を避ける準備をしましょう。次は空中で炎ブレスを3連続で放つ攻撃です。この攻撃後は確定で降りてきます。また炎ブレスはリオレウスの真下にいると当たらないので攻撃チャンスとなります。次はリオレウスの必殺技です。一直線上に炎ブレスを放ち、当たってしまうと即死級のダメージを食らってしまいます。
また、この攻撃の前に爪で攻撃してくる場合が多いです。そして、この必殺技が終わった後は少し後ろに着地します。まず先制攻撃を与えましょう。リオレウス戦の主な立ち回り方は頭が弱点なので頭を狙いましょう。投げ払いの炎ブレスの後は一発だけ攻撃して離れておきましょう。これで起こりました。この尻尾の投げ払いの後は確定で降りてきますので顔面にため切りを与えます。この炎ブレスも一発だけ与えます。でこの爪攻撃の後は2連続で行ってくるか必殺技をしてきます。そして必殺技が終わるとこのように少し後ろに着地します。怒っている時はこの2連噛みつきにも炎属性が付与されるので当たらないようにしましょう。そしてこの3連ブレスは近くにいると当たらないです。でこの必殺技を避けて一発だけ頭に与えます。でこれは攻撃チャンス。これも3連炎ブレスなので攻撃チャンスですね。リオレウスの近くに寄って攻撃しましょう。投げ払いの炎ブレスの後はこのように爪で攻撃をしてくるか空中から着地攻撃をしてきます。この単発の噛みつきには炎ブレスは付与されてないです。で尻尾がちぎれました。これで疲れましたね。攻撃を畳みかけましょう。これ逃げました。こ
これでリオレウス討伐完了です。さらばです。続きましてオロミドロの説明をします。まず弱点は頭部と尻尾付近となっています。そして属性は火属性と氷属性が弱点です。また、オロミドロの特徴は怒り状態になると金色の泥を発します。この金色の泥はスリップダメージがあるので注意してください。また尻尾に泥をまとうことがありますが、このまとった泥を破壊すると攻撃チャンスとなります。状態上はあまり有効ではありません。続きまして今回用いる装備の説明をします。まず武器はシルムズブレード2に変えました。そして百竜スロットには攻撃力強化2をつけてあります。ステータスはこのようになります。では早速オロミドロ討伐へ向かいましょう。まず尻尾を叩きつける攻撃。これはかなりホーミング性があるので横に走っておきましょう。怒っている時は尻尾を叩きつけた後投げ払って泥を生み出すような攻撃をしてきます。次は地面に潜った後尻尾を叩きつけてくる攻撃。これもホーミング性が高いので横に走っておきましょう。次は尻尾を突き出してくる攻撃。これもかなりホーミング性が高いので横に走っておきましょう。次は地面に潜った後突き上げてくる攻撃。これは泥の動きを見れば簡単に避けれます。あと地上に出てきた時は一発だけ殴れます。次は回転して泥を生み出す攻撃です。次は腕を叩きつけてくる攻撃。これは2回連続で行ってきます。また腕を叩きつけ終わった後は隙があるので攻撃しましょう。怒っている時は腕を叩きつけた後回転攻撃をします。腕を叩きつける回数は1回の時と2回の時があります。次は噛みつき攻撃です。怒っている時は噛みついた後尻尾回転攻撃をします。次はサマーソルト攻撃です。サマーソルトをすると一直線上に泥も発生するので注意しましょう。この攻撃は仕掛けてくる前にまずタックルのようなモーションをするので、それが見えたら避けておきましょう。次は泥の柱を発生させる攻撃です。オロミドロの顔の前にいると当たらないので攻撃チャンスとなります。次は後ろに下がりながら泥の足場を作る攻撃です。次は尻尾を投げ払って泥を生み出す攻撃です。これは結構いろいろな技に派生するので注意しておきましょう。この後派生の例として2つ挙げます。1つ目の例は走った後尻尾を叩きつけて尻尾を投げ払い泥を生み出す攻撃です。次はプレイヤーとオロミドロの足元に泥を発生させ尻尾を投げ払う攻撃です。尻尾を投げ払う代わりに尻尾を叩きつけるパターンもあります。次は引っかき攻撃です。次は尻尾をフリフリさせる攻撃です。
この攻撃はオロミドロの顔のすぐ前にいると当たらないです。あと、連続してやる場合もあります。次は尻尾から縦に泥を発生させる攻撃です。次は尻尾から泥を飛ばす攻撃です。とりあえず尻尾から離れておけば大丈夫です。次は尻尾で攻撃した後突進するコンボ技です。この攻撃は怒っている時の行動です。次は泥をまとう攻撃。ためモーションがこのように長いのが特徴となっています。またこの攻撃が終わったら尻尾に泥をまといます。そしてこの攻撃は怒っている時の行動です。次は泥の壁を作る行動。まず泥でうねうねをした後、このようにプレイヤーから遠ざかります。そして泥の壁を作って、その後泥をまき散らし、方向するといった流れになります。次はオロミドロの必殺技。この渦の中に入ると攻撃巻き込まれるので注意しましょう。そしてこの必殺技の後は隙がないので攻撃しない方がいいです。またこの攻撃は起こっている時の行動です。次もオロミドロの必殺技。オロミドロの尻尾に大きな玉ができている時はこの技を使ってきます。そしてこの攻撃が終わった後はかなり隙があるので攻撃を与えましょう。まず先制攻撃を与えます。オロミドロ戦の主な立ち回り方は頭と尻尾付近が弱点なのでどっちかを狙いましょう。これは尻尾フリフリですね。この尻尾フリフリは1回だけじゃなくて何回かやってくることもあります。オロミドロは結構動きが速いのと攻撃範囲が異常に広いのであまりため攻撃はしない方がいいと思います。これはため切り。これはサマーソルトですね。離れていてもそのサマーソルトを行った一直線上に泥が発生するので注意しましょう。でこの攻撃は結構隙がありますね。でこれは横に走り抜けましょう。で怒りました。怒ると行動が結構変わるので注意しましょう。これは叩きつけ。横に避けると隙があります。これは尻尾を突き出す攻撃。これも避けると隙があります。避けて尻尾に攻撃で叩きつけ。これも避けて尻尾に攻撃で転倒しましたね。オロミドロは結構立ち上がるのが早いのと立ち上がったらすぐ攻撃してくるのであまり攻撃しすぎない方がいいです。これは泥の動きを見れば避けれます。で上がった瞬間に一発攻撃。これも一発だけ攻撃で尻尾フリフリ。尻尾フリフリは
オロミドロのすぐ前にいると避けれるんですけど、でこれは2回連続で尻尾フリフリしてきました。これはため時間が長いので尻尾にドローン弾を作ります。ドローン弾を作ると尻尾の攻撃がメインとなりますね。ただモーションはだいたい同じなので、避けれると思います。で尻尾のドローン弾は肉質がかなり柔らかいので極力攻撃したいのと、破壊しない場合は必殺技につながるので、隙があれば攻撃していきたいです。あと泥がついている時は叩きつけをするだけで尻尾攻撃はしてこないです。で泥が壊れましたらかなり攻撃チャンスがあります。ここのダウンは比較的時間が長い気がします。いい感じです。でため切りを与えます。でうねうねをし始めたので、これは泥の壁を作る合図ですね。で泥の壁を作って泥をまき散らし航行します。ここはため切りしない方が良かったかもしれません。で再びダウンしました。一つ達成ですね。蹴散らします。で瀕死状態になりましたね。そして再び尻尾に泥をまといました。この叩きつけは終わった後はかなり隙がある攻撃なんですけど、攻撃範囲は結構広いので注意しましょう。これでオロミドロ討伐完了です。いかがだったでしょうか。リオレウスは過去作でいうワールドツアーを全くやらなくなり、純粋に強くなりました。そしてオロミドロは攻撃範囲が広く、また泥の攻撃が鬱陶しいので、かなり評価の悪いモンスターとなってます。次回はゴシャハギとティガレックスを討伐していきます。ではご視聴ありがとうございました。